皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私がやってきたのは甲突川に架かる天保山橋。ここから川沿いを鹿児島中央駅に向かって約2キロ、史跡を巡りながら維新ふるさと館へ行ってみたいと思います。最後までどうぞお楽しみください。甲突川は鹿児島市の中心部を流れる川です。両岸はきれいに整備され、ウォーキングやランニングコースとしても人気があります。ちょうど30年前の1993年8月6日にいわゆる86水害が起きました。江戸時代末期に作られた石橋が5つありましたが、そのうち2つが流出してしまいました。残りの3つの石橋は石橋記念公園に移設保存されています。次に見える橋は竹の橋。流出した石橋の一つはここにありました。桜の季節には甲突川もお花見客でにぎわいます。さて、甲突橋までやってきました。ここから右側のエリアを鍛冶屋町と言います。幕末から明治にかけて日本の歴史を動かした人たちが多数この地で生まれ育っています。鹿児島の英雄西郷隆盛とその盟友大久保利通も幼なじみとして育ちました。こちらには7つのモニュメントがあり、スマートフォンにアプリをダウンロードして歴史ドラマを AR で見ることもできます。近くには沖縄戦で自決した牛島満の生い立ちの日もありました。東洋のネルソンと呼ばれた東郷平八郎もこの鍛冶屋町の出身でした。道路の向かい側には維新ふるさとの道があります。薩摩藩には五重教育という独自の教育システムがありました。それは武士階級の年齢の異なる男子を町単位で教育するものです。下は6歳から上は20代の若者で、先輩が後輩を指導しました。特定の教師がいない自治的なものでした。右側の道を少し降りたところに西郷隆盛誕生の地が見えます。鹿児島で愛される西郷さん。東京上野にも銅像があり、全国的にもファンがたくさんいます。はい、川沿いの道に戻りました。薩摩藩の下級武士が住んだ家が再現されています。こちらが今日の目的地、維新ふるさと館です。その脇にある趣のある南州橋。南州とは西郷隆盛のことです。レストランの下には観光交流センターがあります。川べりを歩くのも気持ちが良さそうです。さて、維新ふるさと館に入る前にもう少し先へ行ってみましょう。すぐ隣に大久保利通生い立ちの地があります。西郷と大久保の石碑はサイズや刻まれた文字数も全く同じ、差をつけずに作られたそうです。あともう少し先に行ってみます。高見橋に到着しました。左に行くと鹿児島中央駅はすぐそこです。そして目の前にあるのが大久保利通の銅像です。強い絆で結ばれた西郷とは明治維新後、たもとを分かつことになりました。さあ、お待たせしました。維新ふるさと館へ行ってみましょう。鹿児島中央駅から徒歩8分。入館料は大人300円です。幕末から明治維新にかけての
薩摩の歴史を知ることができます。リクエストすれば外国語のオーディオガイドも借りられるようです。日の丸の旗が初めて日本のシンボルとして使われたり、国歌君が代の歌詞の発祥が鹿児島だったというのは興味深いです。西郷隆盛を主人公にしたドラマのコーナーもありました。こちらは語順教育のコーナーです。体験型になっています。また地下1階のホールでは2つのドラマ「維新への道」と「薩摩スチューデント西へ」が上演されています。それほど大きな施設ではありませんが、じっくり見て回ると3時間近くかかるでしょう。さあそろそろ帰りましょうか。帰り道、竹の橋の近くに陸軍大将乃木希助の妻乃木静子の誕生の地がありました。その目の前に可愛らしいカフェがあるので休憩します。最後までご視聴ありがとうございました。またね。